チェンバーボーン。アップデート6。自らの設計に文句を言いながらもなんとか大きな風車の増設を終わらせた我らがビーバー。暇そうなビーバーに仕事を与えるため新たに超長い水路の建設も開始。大規模事業でさらなる発展を目指すぞー。水門オープン。前回の29日干ばつで貯水かなり減ってたので手動で急いで貯水してるのず。何もせず乗り切れたけど意外と余裕はなかったよ。はっぱー。水道管予定地をちまちま掘削中。大きな風車群建設と同時進行だったけど結構進んでるね。両サイドから工事して溝掘りがあと半分くらいかな？作業現場が遠いが割となんとかなりそうだ。さっきの爆破で溝の中からも工事できるようになったから、作業員フル稼働で一気に片付けちゃいましょ。同時に複数の場所を工事できるように指示する。これができる現場監督。水だばー。いい感じにビーバーが濡れるな。ビーバーが濡れるということは汚水が来たら病気になっちゃう。ので悪潮が来ても作業できるように、先に汚水の排水先の工事をしましょ。作業員を守る、これも現場監督のお仕事。てな感じで汚水と水道管をクロスさせる工事を発注してたら普通に悪潮警告ですよ。干ばつだったらよかったのにほんと間が悪いぜ。急げー、あと3日で悪潮が来るぞー。こっちを優先して建設だ、汚水の滝を食らうことになるぞ。工事は無事進みここを爆破すれば汚水が上を流れ下に水道管が通る感じになるぜ。はっぱー。あとはこの隙間も埋めとかないとね。そこ埋めないとサイドから工事中の溝にもろ汚水流れちまうもんな。ですです。そして悪潮20日が襲来。水門が汚水排水モードに切り替わった。さあどうなる？やべ溢れとる。汚水の滝を突っ切る命知らず。それがビーバー。こりゃいかん。作業中止。この道使用禁止。しかしそんなことでは仕事熱心なビーバーは止まらない。こらー。って汚水の勢い弱まってきた？最初だけ勢いすごかったがこれなら問題なさそうだ。なんとかこのまま工事継続できそうでよかったよ。ギリッギリのところで労災ビーバーを出さずに済んだ。ちなみにこちらの水源はビビって水門閉じて完全封印モード。とはいえ排水先の工事は汚水流れてても大丈夫な設計になってるから、汚水流してても平気だけどね。土砂置き場を建設地近くに作って、運搬員が運び建設作業員がここから持ってくスタイルを採用。これで作業効率はぐぐっとアップ、と思いきやこれですよ。学ばぬ安定のビーバーの脱出経路が完成してるのに寝てるのんびりビーバー。家に帰らず野宿から出勤。溝を作る工事も途中だけど、並行して密閉し水道管にする工事も開始。足場の上に突出部を乗せさらに防水フロアを張るお仕事。ここからは金属もいっぱい使うから運搬員に運ばせましょ。協力し大事業をなす、これがビーバーの生き様。段差のある部分はこんな感じで堤防で漏れないようにします。水を通す足場で高さを調整して、突出部プラス防水フロア。ぶっちゃけ鉄節約のため足場防水フロアでもいいんだけど、水道管って言うとなんか鉄使った方がいいかなと。意味不明なこだわり。漏れ出し防止の堤防やっぱやめた。そのままだとそこから水だだ漏れになるぞ。なので二重水門。意味のないギミックをつける、これが巧み。夜中にこっそりメープルペストリーの生産を開始。原料不足の数量限定商品、手に入れられたビーバーは一日テンション上がるかもな。密閉水路密閉水道管。がっつり突出部の6マス使ってるけど、何気にこれ使う資材多いな。丸太は3000、鉄も1300あるけど、板の在庫が残り200しかないね。心もとない。まあ板は少ないけど、丸太はこの前植えたのがアホほどあるからどんどん板に加工すれば OK。考えしてサクッと植えた多くががっつり森になってる。そういえば長期干ばつの時に水路掘ったけどまだ繋げてなかった。おい。いのちの水。緑が増えるね、やったね。やっつけ仕事で製材条件成立。この前製粉所建てるのに壊したのにまたすぐそばに建てとる。こんなん1日かからず建つんだからその日の気分で建て直せばええんや。こらこら。なぜ面倒なのに私は曲線の水路を作ってしまったのか。見た目でどやりたかったんだろ。まあ山の風車設置より全然マシだからいいけど、文句言ってないでちゃっちゃか働け。あいよ。で現在進行中の水道工事の設計指示が終わったので、この先の噴水の位置を確認中。もう少し水路を延長して、その先は水圧で上に運ぶ工事予定だったな。暇で燃料切れボットを眺める日々。
ボットさんガンガビーバーの上に腹減りや喉の渇きのアイコンが出てるのが若干気になるね。長距離労働の過酷さが見て取れるな。ワーカーホリックビーバー。指示出ししてた部分もだいぶ完成に近づいてきたので、そろそろこの先の建設指示も出しましょ。高低差があるので少しガタガタした設計。続く水路は汚染源の山に沿って掘る感じで、自然な感じ&片側の盛り土工事の省略。爆薬を設置しろー。爆薬の在庫も1000あるのであっという間に設置完了。ハッピーやー。葉っぱジャンキーレイムシによる奥から迫り来る誘爆をしばしご干渉ください。しかしここから水道管を上まで伸ばして、噴水にしたらその後どうしようかねー。上に水が行くなら滝や水道橋とかも作れるな。溢れた水を貯水もいいかもね。いのー、ちの水。命の水が20日間のアクシオの終了をお伝えします。さて封印してた水源を、オープン。はい、汚水だばー。まあ知ってました。汚水の排水に関しては問題なさそうな感じ。念のため水源封印してたが、これなら今後は自動で大丈夫そうだな。では水道管の溝の工事。またお前無駄にカッコつけて曲線にしやがって。地味に指示出しめんどい。自業自得です。さあビーバーたちよ、こんな感じで施工よろしく。やっと長かった水道管工事の終わりが見えてきたぜ。配送員ビーバー頑張れー。建設ビーバーも負けるなぁ。土砂置き場では土砂の搬入室が戦いのごとく行われております。ものすごい勢いで運び込まれ建設現場で消費。水だばー。ギリッギリを攻めすぎだ。これにて貯水庫の満水を確認。清水弁が自動で閉まり、工事中の水道管にも流れてきました。この調子で次のサイクルまでに完成させちまおう。あいよ。お前、ひっまそうやなこらビーバーをつつくな。私が作業指示出してないだけだった。ビーバー何も悪くねえじゃねえか。パワハラしてごめんちゃい。こうして水道管最後の密閉作業が開始。こんな感じでお頼み申しますさあビーバーたちよ仕事の時間だ。出陣。戦さながらのビーバーの移動。いけ、背中にウォーハンマーを装備したビーバーの戦士よ。いえただの建設作業員です。などとふざけてたら干ばつ23日が襲来。まあ貯水しっかりできてるから、この程度ではびくともしないぜ。さあ噴水も建設始めっぞ。とはいえこれはまだ水道管の圧力テスト用。うまくここまで水源の水が溢れ出るかな？一応景観もチェック。でけえ？山頂を見下ろす巨大建造物。なので建設する足場も、これ。でけえ？活動限界に近い場所のバンジージャンプ台から、資材を背負ったビーバーがジャンプして建設します。すげえなビーバー。ふもとから一段一段建設するとめちゃくちゃ時間かかるので、途中に建設補助の足場も作りましょ。複数箇所同時に上から下に投げ込む工事ができれば、作業効率が格段に上がるぜ。ここからの作業は丸太も大量に使う、地下貯蔵庫を建設しここに丸太を取り寄せるぞ。建設指示が終わり暇になったので小さいタンクを設置し、ビーバーがここで給水するか観察中。喉が渇いてるアイコンのビーバーがたくさんいてかわいそう。結果業務時間中はほとんど飲まない模様。全く使わないわけじゃないからあってもなくても問題ないレベルだな。集合住宅隣のこのタンクは大人気なので、やっぱ出勤前に一杯やってくのがビーバーのたしなみみたい。江戸時代の江戸っ子が酒飲むみたいに例えんな。てやんでー。エセ江戸っ子返事すな。ビーバーの部屋数があとちょっとで100ちょうどだったので、少しミニロッジを追加。シレットボットは150体、ビーバーよりも数が多かったりする。お前、ひっまそうやなー。あれ？仕事はたくさんあるはずなのに。疲れんだやめれ。サボりは許さん。中央のショートカット部分もほぼできて、同時に作業できない感じになってきたのか。下の足場が完成したら次の足場が作れる状況で、1匹ずつしか現場に入れん。ので思い切ってがっつり工事発注じゃー。上マップ端に山と同じ高さの土砂積み上げとる。29日の干ばつの時結構貯水危なかったし、鳥間噴水の漏れ出た水を貯水しようかなと。こりゃ完成に時間かかりそうだ。バンジージャンプ台は着工から15日程度でやっと上まで到達。これで上から丸太投げ込むだけで噴水部分が作れるぜ。マップ境界の壁は下だけ作業進んでる感じ。これも1匹ずつしか作業できない場所が多くて、作業指示に難儀しそうな工事。しゃあないので細かいところの回収、家の屋根の上にビーバーの像を建設。
ちょびっと美観アップ。ポンプ立て直した時に壊して忘れてたシャワーを再建。オラたちの街にシャワーが帰ってきた。仕事道具を装備したままシャワーを浴びる。これがビーバーのたしなみ。川辺の保養地があるから需要ないかと思ったが意外と人気。思う存分しっとりしてね。そういえばメリーゴーランド作ってなかったと思い出し県成越。アクセスしやすい集合住宅の真裏だから人気出るかな。そして完成して気づく。これ入り口に階やーん。これじゃ乗れない。立て直すの面倒だから足場でゴリ押しした。あ、干ばつがちょうど終わったぜ。いのちの水。23日の干ばつで貯水湖の貯水がなくなる寸前くらいか。メインダムの貯水があるから干ばつ30日でも平気だろうけど、ビーバーの数を増やしたらちょい危ういかもねだな。じゃ干ばつを乗り切りメリーゴーランドも完成したので今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。命の水が流れる森で仲間とホッタスは私たちの誇り。グリルとポテトの香り漂う今宵の宴は特別なものさ。人参かじって笑顔こぼれる実りの季節を祝おう。メープルペストリー優しい香りに包まれて私たちの絆は芽生えてく。支え合える仲間がいるからどんな困難も怖くはない。この森で生きる喜びを見つけた。ガマクラッカーを持ち寄って結構骨は今年一番の出来栄え。夕暮れまでに仕事を終えてみんなで集まる水辺の広場。明日も頑張る約束をしてメープルペストリー懐かしい香りに包まれて私たちの絆は強まってく。支え合える仲間がいればどんな困難も乗り越えられる。この森で生きる誇りを感じた。季節を巡りまた新しい命が芽吹く私たちの森で仲間と過ごすかけがえのない時。メープルペストリー心温まる香り。